こんにちは、大輔です。本日はですね、アジアで形成されようとしているトラベルバブルに関して最新情報を皆さんにお届けいたします。本日の流れはこちら。丸1、すでに実現済みのトラベルバブル。丸2、アジアで形成されるとしたら、丸3、日本人がバブルに参加する方法とね、このね、最後に日本からの渡航者を早い段階で受け入れる国っていうのはね、一体じゃあどこになりそうなのか、私のね、予測を付け加えさせていただきますので、ぜひ最後までご覧ください。このご時世ですので、国をまたいだ移動っていうのはね、とっても大きなストレスがかかることになりますよね。PCR 検査だとか、あと医療リスクとかね、心配ですよね。なんで、ほぼ諦めざるを得ない状況かと思いますけども、そんなね、絶望の淵に立つ皆さんへのアップデート的な位置づけにね、今度がなりますので、やっていきましょう。こちらを見ていただくことで、今のご時世、効率的な国の移動をどういうふうに行っていけばいいのか、これをね、知ることができます。今後の海外渡航、どのような順序で決定していくべきか、ご自身の理解のもとで判断できるようになっていくと思いますので、ぜひね、最後までご覧いただければと思います。で、そもそもね、トラベルバブルって知ってます？知ってますよ。じゃあちょっとね、柴犬ちゃんに答えてもらいましょう。トラベルバブル何なのかってね。このトラベルバブル構想、どこからともなく話が出ては消え。ということで、海外渡航を待ち望む我々にとって、今かともどかしさを与える言葉でもあります。まさに泡のような存在。ということで、トラベルバブルなんですよ。皆さん。いや、違うでしょう。トラベルバブルってそういう時に使う言葉じゃないよ。俺はちょっとちゃんと皆さんに定義をお伝えしないとね。今日お話しするね、トラベルバブルなんですけど、この、ね、ウイルス感染の封じ込めに成功した近隣の国同士が協定を結んで、一つのね、泡に入るというね、隔離などの制限なしに自由な移動を認め合っていこうじゃないかと。そういう枠組みなわけなんですよ。分かってますか？ちょっとね、もうちょっと掘り下げていきましょうね。本チャンネルではですね、世界各国の渡航緩和最新状況、できるだけ噛み砕いてお届けしてまいります。コロナ明けの海外行き待ち望んでいる方、チャンネル登録をお勧めさせていただきます。僕もね、頑張って柴犬ちゃんと一緒にね、動画を撮っていこうと思っております。それではまずはじめに丸1、すでに実現済みのトラベルバブルということで、ご紹介するのがヨーロッパの国々なんですね。まずはバルト三国、こちらね、エストニア、ラトビア、リトアニア、こちらね、5月の中旬から国境を開放してまして、自由にね、往来を再開済みのこういった国々になっているんですね。これがヨーロッパにおけるトラブルバブル第1号となるんじゃないかと見させてもらってます。で、これね、バルティックバブルなんていうふうにもね、呼ばれてるみたいなんですね。バルト三国のバブルですので、そう呼ばれるんですね。なんとなくね、クールな感じ、しませんかね。で、実現済みのね、トラベルバブルのもう一つの代表例といえば、ヨーロッパにね、あるわけなんですよ。パスポート審査なしで加盟国同士のね、越境が認められている、シェンゲン協定。このね、協定に参加している国々の行き来っていうのは復活していますので、EU 圏内っていうのは、ほぼね、トラベルバブルが形成されつつあるという状況と見ていいんじゃないでしょうか。では、我々アジアの国々の状況どうなってるのかっていうのをチェックしてまいりましょう。丸にアジアで形成されるとしたらということなんですけど、僕がね、知る限りですと、まだまだ代表的なトラベルバブルの形成、アジアでは確認されていないといった状況だと理解しています。当初ね、オーストラリアとニュージーランドが2国間の移動を検討していましたが、まだね、実現には至っていないということですね。この2国はね、ちょっとアジア圏とはちょっとまた違いますけどね。感染が多いオーストラリア側がこれ以上の拡大を防ぐ意図で断り続けているような、そういう節があるみたいですね。で、日本についても入国制限緩和対象のね、国第1弾として、オーストラリア、ニュージーランド、ベトナム、タイ、このね、4国が上がっているものの、まずはベトナムのビジネス渡航者から段階的に緩和を始めていこうということでね、だいぶゆっくりめなわけなんですよ。自由な行き来ができる状況とはちょっとね、まだ程遠いということですよね。そんな中ですね、アジア圏でトラベルバブルの検討に乗り出した国といえば
タイなんですよね。タイ政府っていうのが6月末にビジネス渡航者に限定する形ではあるんですが、日本、香港、シンガポール、韓国、あとね中国の一部地域からの訪問者のパスポート入国っていうのを可能にしていこうじゃないかとね、こういう検討が始まったわけなんですね。こういったものが報道されておりました。なんですけど、7月のね初旬に入ってから今名前を挙げた各国での再度の感染者増がありましたので、これがね懸念された関係でトラベルバブル構想の実現、ひとまずは延期という方向性なようなんですね。でそんな中ですね、また新しい情報が入ってまいりました。こちらはですね、7月17日金曜日の報道で確認できた情報です。これはね、韓国政府の情報なんですね。韓国政府が台湾、ベトナム、タイのね、これらの国々とのトラベルバブル構想について検討を始めているようですので、こちらの動向にはね、今後チェックをしていきたいといったところですね。日本に関しては第2波のね感染の広がりと、あとね一部地域との政治的な問題もありまして、いきなりねアジア圏諸国とトラベルバブルを作っていこうじゃないかとね、こういう雰囲気にはまだねないんじゃないかと思いますけどね。であれば仕方ないです。丸3番のね日本人がバブルに参加する方法について考察をしてまいりましょう。まずね、このトラベルバブルに参加できている状態ってね、どういう状態なんでしょうね、皆さん。これ僕の理解の範囲なんですけど、簡単に言えば入出国が自分の意思で行える状態ですよね。もうちょっと噛み砕いて言うと、相手国への入国が相手国政府に許可されている状態、および自国への帰国ですね。それが日本政府に許可されている状態とね、この2つが満たされている、そういう国が増えていくということ自体を、トラベルバブルというふうに呼んでいいんじゃないでしょうか。まずはですね、相手国への入国が相手国政府に許可されるのはじゃあ一体いつなんだというね、こちらについていくつかの報道から動向が伺えますので、皆さんにご紹介をしたいと思います。まずはですね、台湾なんですね。台湾政府は主にビジネス目的での入国を6月末から開放しているようなんですね。記事を見る限りですと PCR 検査と7日間の自主隔離を前提とした入国になるようなんですが、これはね可能になっていると。条件がねまだまだ厳しいですし、観光目的ってわけではないので、今後の緩和動向、こちらもね継続して見ていきたいといったところですよね。あとはタイに関してはね、日本からの観光客の受け入れっていうのを9月をめどに再開していった話がタイ政府のね中から上がってるようなんですが、ちょっとねこれに関しては政府が公表している情報ではないんじゃないかとね、一部かぶせて報道がありましたので、ちょっとねこれ楽観視はできないかなと思っています。ただねこういうふうに揺れているような状況ですね、タイに関しては。あとね期待したいところはベトナムですかね。ベトナムに関してはまず第1弾としてビジネス渡航が実現されたというふうになってますので、次の段階へですね、進めるのかどうか、これチェックしていく形になりますよね。この次の段階っていうのは留学生なわけなんですけど、ちょっとね心配なのは、日本のビジネスマンがね、今回の緩和でベトナムへ飛び立ちましたよとね、そういう旨の報道は6月末にね確認できているんですけど、逆にねベトナムから日本に入国する人たちの情報っていうのはもうほとんど報道されておりませんので、このあたりはねちょっと気になるところなんですね。でこれは私の予想なんですけど、各国の政府を見る限り台湾とねタイあたりが動きとしては早いんじゃないかなと思いますね。あとはね意外とフィリピンに関しても先日の動画でお伝えした通りではあるんですけど、感染状況の深刻さとは裏腹に政府としてのね経済再開の優先度が高いことから、もしかしたら相手国政府としてのその入国許可っていうのは実現がね早い部類にもしかしたら入るのかもしれませんね。これがねいい悪いっていうことはなかなかお伝えしづらいんですけども、個人的にはねこの辺りの動きっていうのは要ウォッチということになろうかと思っています。あとは日本に帰国した時のね2週間の自主隔離措置、こちらがね何かしらの条件付きであったとしても、緩和されていく、解除されていくというね、こういうタイミングがいつになるのかっていうのが
気になるところですよね。こちらは引き続き方針が決まってませんので、注目していく必要があるんですが、一つ言えることっていうのは、1日あたりの PCR 検査能力っていうのが大きく依存することなんじゃないかなと思ってます。検査連がどういうスピード感で増強されていくか、こちらについては皆さんと一緒にですね、引き続きウォッチをしていきたいと思います。それでは以上で本日報告は終わりになります。さようなら。